Welcome! 皆さん、こんにちは。ジュディ・ヨングです。今日はですね、ただいま開催中の私の版画展のご案内したいと思います。場所は広島三次市ですね。私初めて行ったんですけど、すっごい綺麗だったの。もう木々がもううわーっと赤の深紅のようでしたね。秋の色に山が染まってて本当に美しかったんですけども、その中にぶわっと立っているのが、奥田元宋小夢美術館。小夢先生は私大好きで、お人形さんが非常に有名でいらして、で日展で理事長もお務めになったもう素晴らしいアーティストなんですけれども、そしてもちろん旦那様である奥田元宋先生の日本画の赤がぐわーもう攻めくる赤なんですけど、本当にあちらの風景を描かれたんだなっていうのがよくわかる。その深紅の山々を描かれてるんですね。そこに、私の版画展、来年の1月の17日まで開催させていただいております。本当に名誉なことなんですけれども、そもそも版画何で始めたのってよく聞かれるんですが、私小さい時から油絵好きでして、その前はね水彩、その前はクレヨンですね。クレヨンから始まって、で大体みんなちっちゃい時ってお花とかお父さんお母さんって書くんですけど、私のクレヨンの、力作は銀閣寺でした。でも大したことないんです。もう三角形みたいなもんなんですけれども、でもあの時の印象がすごかったのは、銀閣が前の池に映って反対に映るんですね。それがすごくくっきりしていたこと、それを描きたくて一生懸命描いてたのは覚えています。そこから水彩に進んで油絵を描いて、で油絵描いてる時に友達に誘われて、ね、白黒の版画見に行かないって言われて、いやそれはすごいなんか見たいなという気持ちと、いわゆる日本のこう伝統的な感じの絵かななんて思いながら行きましたら、とんでもない、もうガーッと黒いポピーの花が白のバッグにすごいいでたちで立ってるんですね。もう生き生きとしてるの。超モダンでした。それを見た時に、版画ってモダンなんだな、ショック受けたんですね。それで花は好きだったので、そのポピーの赤っていうのを一瞬カッと感じて、この力のある絵は何だろう。で、始めたいと思って、そこにいらした井上勝恵先生、宗像志功先生のお弟子さんであるんですけれども、もう叩いて始めたのが私の木版画への第一歩でした。本当にね、広島にいらしてください。今本当に綺麗で、その広島の奥田元宋小夢美術館にですね飾ってある版画というのは、私のその初期の時のもの、白黒から始まって、一番最初はね花が好きだったので椿描きました。で彫り方も分かんないんですけど、必死になって彫って、お兄さんの彫刻刀を借りて彫って、それで先生のところのその展示会に持っていこうと思ったので、するのも早くやらないと先生逃げちゃうからと思って、バレンを買いに行く暇もなくスリッパで吸ったんですね。そのスリッパで吸った作品等を持っていったのが、後に、ちゃんとやり直しなさいって言ってちゃんとやり直して、それが作品になって私の少女作で見ていただいてます。そこから白黒の版がずっと8年間続いて、そこから今度また見せられてが出ちゃうのね。見せられてが出るとまた4時間ぐらいしか寝れなかったので、でも気持ちはやりたいっていう気持ちが続いている限りはどっかで再スタートできる。3年過ぎたら自分の時間が少しできたので、そしてまた再スタートした時に日展やったらということで日展に挑戦しました。そうすると日展って挑戦するの怖いじゃないですか。でもやってみなきゃ分かんない。人生はやってみて初めて結果が出るということでやってみました。そしたらね、入選したの。その入選作もございます。で、それから14年間少しずつ入選続けていくことができたんですけれども、作品が変わっていくんですね。それも見ていただきたいと思っています。最終的に私の版画って何テーマって聞かれるんですけども、その空間で飴舐めて本読んでたい。つまり安らぎの時間をそこに作れたらいいなと。私は安らぎというものとか、そうですね、心が静まるというものを求めて、作品を作っています。だからいつもそこの
主人公誰ですかって聞かれたら、見てる本人ですっていつも答えてます。ぜひとも見に行ってください。少しね、自分で撮ったね、簡単なビデオがありますので、またその中でも話してますので、ぜひ、見てください。これ原画が来てますね。私の元絵ですね。この作品は名古屋の松坂屋のお建てになった伊藤家の一番最初に作られたものなんです。ここね、反射がこれまた違う反射、水もの光がここに反射したの。それを描きたかった。ここに触れてたんですね。だからこの前にいるとなんとなくこう、イオンを感じるようなそんなような作品でした。これ京都の平安神宮蓮池石とって言って父がそういうタイトルをつけたんです。石を飛びながら、次の人生に行くっていう気持ちもあってこの、作品にしたんですが、実際に蓮の花が咲くんですね。で石を踏んで旅をするというか次の人生に行くっていう。これね、水が湧いてるんだけど、本当に時々見てるとね、水がこう湧いてくるように見えるところがあったんで、自分が見えてたので、それを見えるように作品にしてみました。初期の作品ってやっぱり白黒なんですよね。これが初めての入選作の天狗だっていう日展の入選作がやっぱり白黒でやってたんですけど、これが冬の日で日展の初入選した時の作品です。で、なんていうか手前は全部はっきりしてても向こうに行って潰したんですが、人間の目ってそれもうちゃんとこれがずっと続いてるんだなっていうことが少しずつ点々さえあれば分かるんですね。それ想像でつながってくなっていうのがあるので、それで潰しました。することによって非常にこう重みが出たんですね。ここは明るいじゃないですか。こっちでグッと締めようと思って黒くしました。日展で初めて色を入れたベンガラの壁を使った炭屋さんという建物ですね。でここでグレーがあるから中のこの抜けが白い太陽があったということが表現できたので、これをするためにグレーを使いました。亀三郎記念館というスキヤ作りの非常に綺麗なお家だったんですけども、この作品の美味しいところはこのオレンジ色があるから緑が綺麗なんですね。オレンジが入るとパーッと色が見える。それが反対色の力なんですね。で初めて反射というのをここに施してみた。これはお庭がここに反射してるガラス窓なんだなってこれで分かるんですね。そういうふうなちょっとしたところだけで人間の脳はそれを察知してくれるんですね。でこれの元絵がここです。これは私が筆で描いたものですね。このものを作品にしてあちらにしたっていうのが、見ていただきたくて出しました。これが日展の、特選になりました「功労威力」っていう作品です。名古屋にあります稲本という、料亭だったんですけども、残念ながらもう今は存在しなくなりました。ここで皆様に稲本を楽しんでいただければと思うんですけれども、もう本当に調度品がすごくて、この灯籠すごく大きかったです。今の上皇様ですね、カエルいるねって言ってカエル指さしていらっしゃったのを思い出しますけれども、この中で紹介したかったのがこの打ち水。その水が何で分かるかっていうと、ここで反射してるんですね。反射って平面ですよね。こういう場合はですので、これが水打ちしてるんだなっていうことを表現したかった。日本の文化です。それを表現したかったのが反対色赤とグリーン。タイトルも「功労威力」という、特選の作品です。さてやっぱりああいうふうに華やかな赤とか緑をガーッと使った後は、特選の翌年は無鑑査、審査されずに一番室に展示されるので、もう何書こうかっていろいろ考えましたけども、一生書けないなと思ってた小学校4年生の時に書いた銀閣寺の、その時の2006年の作品になりますねの銀閣寺を書きました。雪模様です。で雪がうわーっと降っていて、この上に積もったのがあと1センチ積もったらバサッと落ちるであろうというところまで
雪を積もらした銀閣寺なんですが、これ骨格の時に、何も降ってない時に見に行って、雪が降っている時にまた行って、そして雪が止んだ時に行きましたね。3つの、行った時の感情を一つに、感性で覚えたことを一つの作品に作り込んでみました。ですから雪も降ってる時って銀閣寺見えないんですよね。もう真っ白になっててしまって、でも雪が見えた。でその骨格というのは雪が積もる前にその姿を見とくということで、2つ3つが重なってで、ここで遠近法のところでグレーグレーグレー、そして前に来て黒黒黒というふうに色を分けたんですね。で必ずグレーの上にいくら乗せてもやっぱり抜かないと白は抜けない。だからそこに白をこうやって雪の姿を掘って、そこにまた、雪の結晶が少し白もね陰影があるのね。だからそれの表現のために上からまた白をもう一回重ねるっていう、方法でこれは仕上げてきました。そして緑が入ってるんですよ。入ってるんだけども、非常に墨の中にそれが溶け込んでるけども、私たちの目がそれを緑をキャッチするのは、ここにいる鳳凰の緑が他の緑を引っ張り出してくれてるんですね。ですからその作品を見ていただいた時には、鳳凰を例えば自分の親指でちょっと隠してみるとか、これがないという状況で見ると、この緑がグレーに見えるけれども、これを取るとこれがこの中の緑を引っ張り出すということで、実はすごく版がいっぱい使われている作品ですが、自分の中での銀閣への憧れを作ってみました。というわけでして、ちょっとマイクが遠かったんで大きな声で喋ってたんですけども、少しお楽しみいただけましたでしょうか。でもやっぱり大自然の中を通って玄宗先生、佐山先生の美術館の中で本物を見てほしいなと私は切に思います。来年1月の17日まで開催しております。ぜひともお越しくださいませ。またお会いしましょう。登録してくださいね。そして何かコメントあったらばぜひとも寄せてください。今日はそれではこれで。チャオ。